び、私、ホロライブ所属、うさだペッコーラが、なんと、2024年ゲームオブザイヤーの The ゲームアワードクリエイター部門にノミネートされました。なんでわからないけどなんでありがとうございます。うさなペコーラ自体もちょっとびっくりしておりまして、起きてからエゴサをした際にペコラお前とんでもねえのにノミネートされているというつぶやきをたくさん見て気づきました。なんでなんでペコラちょっと本当なのでしょうか。ちょっとペコーラにはまだ信じがたいペコなんですけども、どうしてエルデンとかが受賞してるやつだよなみたいな、そんな認識ゲームが受賞されるとんでもない賞なのは分かってたんですけども、自分は蚊帳の外や光栄なことにノミネートをさせていただけることになりました。ありがとうございます。これも皆さんのおかげペコではございます。本当に世界の差だ。ありがとうございます。世界の差だって言わせていや、そんな上からいけないよペコーラ。そんな上からペコーラの他にも4人ほどいたりして、その方々の紹介だったりとか、今後今日からぜひともみんなにやってほしいこともあるということで、ちょっと急遽ね記者会見をちょっと開かせていただいたんですけども、 GOTY の業界の中での4大 GOTY の中の一つにザ・ゲームアワードっていうのがあって、そのゲームアワードのクリエイター部門にノミネートされたみたい。でもすごいことらしいよこれ。しかもこれね、すごいことだよって言ってくれている人がいたんです。ツイートスクショしました。見ましょう。この方の毎年ゲームザ・ゲームアワードに関わっているんですが、うさだペコラさんのノミネートは本当にすごいことなので解説します。解説してくれました、この方が。ザ・ゲームアワードがノミネートを発表するときは、事前に招待されたメディアやインフルエンサーが各賞ごとの候補を提出する。今年は世界で100団体以上が参加してる。すごいよ。まずここからすごい。世界で100団体以上が参加してますが、日本からは5メディアのみが招待されたらしい。で、同一候補に複数投票はできないので、日本メディアがペコラさんに何百票も投票といった組織票ではなく、日本メディアは5媒体しかいないので、ペコラさんが得られるのは最大でも5票が限度。つまり、ノミネートされるには残りの海外メディアも必須になる。センキューグローバル I love グローバルセンキュー so much。 でもなんで日本のこんなペイペイのペコーラが不思議なんだよな。もしかしてあんたたちがいたってこと？そういうこと？この時点ですでにノミネートの壁の高さは伝わったかと思いますが、この先がさらに大変です。はい。毎年この分野に選ばれる海外のストリーマーたちは、過去には忍者、シュラード、バリョキリは知ってるペコーラでもう知ってる方々だといったように伝説的人気を持つ人たちばかりなので、これまで日本のトップ配信者たちがノミネートされなかったのはライバルが強い、海外での認知度が低いからというシンプルかつ厳しい理由です。その高い壁をうさだペコラさんが初めて乗り越えたのは本当にすごいこと。去年は同部門をアイロンマウスが部位として初受賞するなど、部位への認知度が増加したこと、ありがてえ、ありがとうマジで。こういうのもあるから VTuber ちゅうのもいるんやって知ってくれたってことだね。ホロライブがドジャースとコラボするなど、海外イベントの話題が後押しになったかもしれません。確かにペコーラドジャースさんとコラボしたペコだから、それも大きかったのかな。一緒にノミネートされている各クリエイターもどれも化け物級に人気がある方々です。いや、ペコーラもね、事前に調べました。どういう奴らとやっていくのかという、どういう人たちがノミネートされているのかっていうのもペコーラは調べました。でもつまり、日本で初ってことなんだよね。嬉しいことに。そんなメンツと名を連ねていることがどれほどすごいことか伝われば幸いです。ペコラさんおめでとうございます。そしてここからは一般投票ができる。ペコラさんが受賞できるかは皆さんの応援次第ペコですと
というわけでね。いや、マジで投票お願いします。ペコーラも一つ夢できた。ノミネートされたら受賞してみたいけど、化け物揃いって書いてあったよね。化け物揃いって。このクリエイター部門には5名の方がノミネートされました。うさだペコーラ。なんでこの補足したの？あげるのに可愛いペコーラ、この笑顔のペコーラをさ、あげるのにさ、おかしくない？いやね、登録者が全てじゃないんですけど、一応参考程度に登録者を載せときます。はい。ペコーラは登録者263万人です。はい、じゃあ続いて、写真を出したら、やばいかなと思ったので、似顔絵描かせていただきました。かわいい。カセオさんっていうのかな？ちょっとごめんなさい。読み方が違ったら、I'm sorry。ケース王さんか。ケース王さん。この方、チャンネル登録者数、はい、600万人と。どういうこと？ちょっとやばいですね。ちょっとどころじゃないですね。はい、はい、いろんなゲーム実況してて、YouTube には、切り抜きとかを上げておりました。主に Twitch で配信してらっしゃいました。はい、続いて、イロジューンさん？ちょっとわかんない。ちょっと読み方教えて。アロージューンさんかな？この方は Twitch でやってらっしゃいました。雑談だったりとか、レッドディレプション2とか、ちょっと前になんと日本に来ておりました。新宿って書いてあった。なんか新宿に来てたのかな？なんか多分日本に来てる配信もなされてたので、多分ジャパンに最近来てたんじゃないかなって思います。イロワンさんっていうのか、イロワンさんです。Twitch の配信者の方でした。そして、イロワンさんのチャンネル登録者数は、約23万人と。高いね。もうみんな人気すぎなんだけど、マジでさ。どうなってんの？やばいね。ペコーラの倍が多すぎる。はい、続いていきます。もう一人の方、こちらと。テクノゲーマーズさんって読むのかな？ YouTube で、ゲームやってました。ゲームだったりとかとでも、あれもやってたな。普通になんか実写っぽいのも動画勢なのかな？なんかライブもやってたりもしてたけど、最近はやってなさそうで動画で主に YouTube をやっているみたいペコです。で、こちらの方、驚かないでください。皆さん、チャンネル登録者数やばいです。はい、4330万。で、何？ねえ、占いババとかのところでさ、セル来ちゃったよ。ねえ。むしろなんでエントリーできたの？それペコーラが聞きたいよ。なんでペコーラができたんだよ。教えてくれよ。ではまだもう一人いらっしゃいます。もう一人いるので、こちらの方、よいしょ。タピカルゲーマーさんかな？この方、フォートナイト配信者さんですかね。多分、YouTube でやってて、ペコーラが、このやつ気づいた時も配信、フォートナイトやってたので、多分フォートナイトが大好きな方、ティピカルさんかな？ティピカルゲーマーズさん。フォートナイトやってる YouTube で主にやってらっしゃいましたと。こちらの方は、1540万人。もう無理だ！もうみんな！ノミネートなんでペコーラされたの？ねえ、なんでペコーラさ、ノミネートされたの？場違いじゃん。でもノミネートしたからには受賞したいよ。けど、敵が強すぎる。でも敵ではないな。これは高め合うライバルなのかもしれない。そうじゃない？このゲームというコミュニティを高め合うライバルだ。敵じゃない。お願い。仲良くしてください。みんな、何が言いたいかわかる？応援してってことは、応援。どう応援すればいいか。なんと、投票ができます。皆さん、ぜひとも、日本の侍魂、見せつけてやんよ。このね、すんごいわかりやすいね、人がいたんよ。投票の仕方っつって、たまりばさんっていう人が、すんごいわかりやすく説明してくれてて、このね、たまりばさんのリンクに行けば、
ばなんかダイレクトにペコーラノミネート部門に飛べるらしいペコなんですけど、まずね、サイトに行ったら、クッキーの許可をしてくださいと。この5人のね、中から、ペコーラを選択してほしいとね、こうやって。多分こうやって出てくるから、ペコーラをこのサインイントゥボートって読むのかな、投票してもらうと。そう、そしたら、4つのソーシャルメディア。これね、X、Twitch、Facebook、Google かなのメディアの連携を求められるから、X を選んだ場合は、そのまま連携してペコラを選択で投票されるらしい。連携で弾かれちゃった場合は、上記のリンクを入れ直すと修正できる。ペコーラも、自分に入れました。清き一票を、うさらペコーラによろしくお願いします、ペコーン。ぜひとも。選挙じみてきたなって。私は、この1年間、自分がやりたいことだけをやってきました。2023年、うさぎ年を終え、もう、思うがままに活動してきました。そんな年に、こんな、素晴らしい、ザ・ゲームアワード、クリエイター部門という素晴らしい賞に、ノミネートさせていただき、とても嬉しく思っております。私には、配信しかございません。皆さんにいつも温かいお言葉、温かい眼差し、温かい応援で支えられ、ここまでやってこれました。ぜひとも2024年クリスマスプレゼントをペコーラにください。8時以降の演説でセーフだけ。ちょっと待って、何それ、やめてよ。そんな堅苦しいの知らないんですけど、やめてください。やめてもらっていいですか？いや、マジでも本当にありがとうございます。まずこれ、推薦してくださった方もいるってことなのかな？さっきの説明的なやつを見る限り。だからそれにも感謝だし、すごい。普段応援してくれてるみんな本当にありがとうございます。本当